にちは、みえこです。今日の作品ははぎれと30センチのファスナーと、そしてキルト綿があれば作れる作品ですよ。それではご説明しますね。前回の動画ご視聴いただけましたか？同じ作り方ですよ。この長いキルト綿の上に布を順番に縫います。縫い代は何センチでも大丈夫ですよ。少しだけ気をつけることがあって、それはキルト綿より布を大きくカットしてくださいね。縫い代の大きさ7ミリぐらい大きくカットするといいですよ。順番に布をこのように縫ってくださいね。布の大きさは何センチでも問題ないですからね。キルト綿の端まで縫ったら、最後につける布は少し大きいものがいいですよ。そうすると仕上がりが簡単になります。はい、できましたよ。このように作ったら一度プレスします。そしてキルト綿から出ている布をカットします。これを4つ作ります。配色を少しだけ変えていて、右と左ちょっとずつ変えましたよ。で、これを今度は縫います。縫うのはキルト綿の端ですよ。
1枚のトップに作ってくださいね。そしたらこのように裏布を重ねて2箇所ここ縫いますよ。ここにファスナーをつけます。上と下縫ってくださいね。そしたら余分な布を切ります。表に返してこの布の端ね、ここプレスしてくださいね。その後ステッチします。どこでも好きなところを縫ってくださいね。もちろんミシンで縫っても OK ですよ。このように縫いました。ファスナーの長さは金具が30センチ、布の部分が33センチです。トップの中心に印をつけてファスナーつけます。ファスナーの中心にも印つけてくださいね。これを表側からミシンで縫います。今度はもう片側のここね、ファスナー中心印合わせてまたミシンで縫いますよ。その後飾り縫いをしましたよ。ミシンの機能にこんな縫い方できる方はぜひ縫ってくださいね。ファスナーの端がきれいにつきます。続いてこれはタブ、ファスナーの端につける布です。これを3つに折ってその後両端縫いました。これをこのように折って布端をきれいに揃えてここにタブを挟んでミシンで縫います。1センチぐらいの縫い代で縫うとちょうどいいですよ。
両方縫ってくださいね。次にバイアステープを作ります。布をこのように折って斜めにカットします。次に 4.5 センチ幅の大きさにもう一度切ります。これをバイアステープメーカーね、これに入れてプレスしてできますよ。はい、これを使います。これで布の端を隠します。まず一度ミシンで縫います。その後裏側にこのように布を折って今度は手縫いで縫いましたよ。ミシンで縫っても大丈夫ですよ。このようにできたら今度持ち手の紐を作ります。布の上にキルト綿を置いてこれをこのように折ってミシンで縫っただけの簡単な紐です。ですけど今度は飾り縫いで縫いました。そしたらこのカバンでしょうか、ポーチでしょうか、この辺りにミシンで縫います。お好きなところにつけてくださいね。はい、できました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。このカバンなんですけどね、使わないときは裏返ししてちっちゃく畳んで収納できますよ。とっても便利です。はい、またね。